どうもこんにちは、なにこでございます。本日はですね、以前いただいた2つのコメントから少し着想を得て本日の動画を進めていこうかなと思っているんですけれども、まず1つ目のコメントがこちらでございますね。センター分け似合いすぎてそのまま韓国系メイクしてほしいというコメントね。このコメントをいただいた動画はすっぴんの映像から前髪ウィッグをつけた状態でちょっと可愛い感じのメイクをしたよ、変身したねみたいな動画についたコメントで、もう一つが AIVS 人類 AI にメイクを考えてもらって本当にもらえんのかえみたいな、そういうね動画についたサムネイルがなんとなくエスパのニンニンに似ている気がして可愛いですというコメントをいただいたんですね。私このコメントをいただいた時に本当に信じられなくて、ありがたさとニンニンちゃんへの申し訳なさとニンニンちゃんのファンの皆様への申し訳なさも募ってすごく複雑な感情を覚えていたんですけど、ただねこのコメントを見た時にそういえば前に韓国っぽいメイクをしてほしいなみたいなリクエスト的なものが来ていたな、この際だしニンニンちゃんっぽくメイクしてみるかって思ったんです。ただこの企画をね現在走らせているわけですけど、すっごい不安なんですよ。怖いんですけどやっぱメイク系としてはちょっと頑張りたいなって思っちゃったんで本日はエスパのニンニンちゃん風メイクをやっていこうと思います。すっごく頑張らなきゃいけない気がしました。いやー頑張んないとだよ。これは人様のお名前借りてっかんね、ほんと。しかもさ、このコメントをいただいた人もなんとなくエスパのニンニンちゃんに似ている気がしてるって言ってるだけなの。それを私が勝手に鵜呑みにして今回この動画を撮っているわけだから、本当に似ていない可能性がある。びっくりするぐらい違うなってなっても許してほしい風です。お菓子とかもさ、なんとか風味とか言ったらさ、本物とは全然違うでしょ。なんかそんな感じ。ニンニンちゃん風味のメイクだからっていうのを皆さんに分かっていただいた上でこの動画をね楽しんでいただきたいなってすごく思います。とりあえずメイクを始めていこうと思います。頑張ります。はい、ということで早速メイクを始めていくんですが、本日もカラコンをつけていきますよという感じでございます。で、本日つけていくカラコンはエスパといえばのカラコンですね。以前から何回か使っているワンデイリフレア AI のガーリッシュベージュというお色味のカラコンをつけていきます。じゃあ片方をつけていきます。はい、こんな感じで片方カラコンつけてまいりました。すごく自然な感じのカラコンでございますよ。本当に若干目の色はこっちの方が明るいかなーって感じ。ニンニンちゃんのイメージ的には自然めのカラコンをつけているイメージの方が強いので、一応こいつをチョイスしたんですけど、良かったんじゃないかな。あんまりガラッと変わらず、でもニンニンちゃんの目はきっと大きいでしょうから、ちょっと大きく目がなって感じかな。ほんじゃもう片方もつけていきます。少々お待ち。で、こんな感じで両目つけてまいりました。もうね両目つけたらね、もともとこういう目の人だわ。びっくりするぐらい自然だねこのカラコン。元からちょっと目の色が明るいタイプでっていう人素晴らしいね。ほんじゃ早速メイクを始めていきましょうかね。じゃあ眉毛から描いていくよ。で、眉毛はニンニンちゃんといえばな感じなんですけど、ちょっと太めで横幅も短めな眉毛を描いていきます。はい、こんな感じで眉毛の形が完成いたしました。すごい王道アーチ眉な感じで、太さは若干太めで横幅も短めの可愛らしい眉毛を描きました。そうしましたら適当にアイブロウマスカラをしていきます。これはほんと適当です。はい、こんな感じで眉マスカラも適当に塗れましたよーって感じ。そうしましたらアイメイクに入っていこうかなと思います。使っていくアイシャドウもいつも通りこちらのメイクソフトブラーリングアイパレット15番ボーンダークブラーリングでございます。こいつのブラウン系の色を使っていきますよというお話。まず最初に塗っていくお色味はこの色を使っていきます。この色をまぶた全体に塗っていきますと、涙袋の方にも全体的に塗っていきますと。はい、こんな感じで適当にベースのお色味が塗れましたら、お次はこちらのお色味を使っていきます。こいつを上まぶたは目尻半分にすり目っぽくなるように上に伸ばしながら塗っていきます。同じ色を下まぶたにも塗っていくんですけど、塗るのは目尻だけで、しかもあんまり下の方にふわーっと伸ばさないように、ほんと目尻にだけピンポイントで塗っていきます。はい、こんな感じでもう一個濃いめのお色味も塗れましたら、締め色を使っていきます。締め色はこちらのお色味を使っていきます。こいつをちょんと取って下まぶたのさっきアイシャドウを塗ったこの目尻のラインにラインを引いていきます。この下まつげのエリアを埋める感じでシュシュシュッと塗って、こんな感じでちょっとつり目な感じの印象にしていきますよ。そうしましたらお次はですね、締め色を塗ってない側の目頭の方にちょっと細工をしていきたくて、でその粘
膜カラー系のさ、なんか持ってるクリーミータッチライナーとかさ、粘膜カラーの線が引けるようなやつとか、あとはピンクっぽいこんな感じの粘膜カラーっぽいチークとかでも全然代用できるんですけど、そういうこう粘膜をカキカキできるよみたいなコスメで粘膜を描いていきます。これも簡単にこの目頭側の方をこの粘膜カラーで埋めるだけですね。まつげの生え際を。はい、こんな感じで粘膜ラインも引けましたら、涙袋を描いていきますね。描き方はいつも通りこちらのお色味を取ってこいつでまずは下書きをしていきますと。で作る涙袋の形なんですけど、これもまたちょっと釣り目要素につながるんですけど、一旦黒目の真下にいつも通りかちょっとそれより大きいぐらいの涙袋の影を描くじゃない。そしたらここから目頭側は若干下げる。でここから目尻側は上げるっていう感じで作るとうまくいくかもしれない。はい、こんな感じで涙袋の下書きが描けましたら、お次はこのお色目を使っていきます。こいつをちょちょんと取ったら、今描いた涙袋の下側に濃い色を足して涙袋ゲッチ。はい、こんな感じで涙袋も完成いたしました。そしたらお次はね、アイラインを描いていくんですけど、もちろんアイラインをね釣り目にしたいということで釣り目っぽいアイラインを描いていくんですけど、私元の目があまりに釣り目じゃないから釣り目アイラインを描こうとするとね、二重の線が邪魔をしちゃうので、ちょっと釣り目っぽく見せるためにこの二重幅の端っこを釣り目っぽくちょっと上げて作っていこうかなと思います。適当に皆さんのお好きなパイプチとかアイテープとかなんかそういうものをご準備いただいたら、ちょっと二重幅を作っていくんですけど、ただね、ニンニンちゃんって別にすごい幅広二重とかそういうわけじゃなくって、自然なすごくナチュラルな幅なので、幅は変えずに目尻の方だけ上げていきたいっていう感じなので、幅は変えないように一旦アイテープを貼りますと。そしたらこの端っこの目尻側の部分だけ自分の二重幅より広くなるようにちょっと上に上げてあると、そうすると分かりますかね、こっち側だけ幅が広くなって二重の線が若干上を向くので、釣り目アイラインとかが描きやすいってなるよっていうこと。はい、こんな感じで二重幅をきれいに作れましたと。そしたらここにアイラインを描いて、この今ちょっと末広っぽくなってる二重幅の形をアイラインを描くことによって平行っぽく見せるよっちゅうわけだ。でアイラインの形的にはわざと釣り目にしたいからって釣り目アイラインを描くんじゃなくて、本当平行なスーッと横に綺麗に流れるようなアイラインを描いていきたいなと思ってて、今作った二重とまぶたが平行になるようにアイラインで目の形を整えると。はい、こんな感じで両目ともアイラインが描けました。もうさっきも言った通り釣り目に見えるような感じでアイラインが描けましたら、このアイラインをぼかしていくんですね。ぼかし方はこちらのかなり真っ黒めなアイシャドウを使っていきます。ここまで真っ黒じゃなくてもかなり濃い締め色とかでも大丈夫なので、こんな感じの色を一旦このアイラインの上側にのせて、これを若干上にふわっと伸ばすみたいな感じで、こんな感じでぼかせたら、もう一個締め色を目尻に塗って、さっき塗った黒のアイシャドウもちゃんとなじませていく感じ。使うのはここのお色味を使っていきます。こいつを目尻にふわっとのせていくと。そしたらまつげに行きますよって感じ。まつげは適当に上げましたら、今回は韓国アイドルということでね、つけまをつけていきますよ。こいつはダイソーのアイラッシュブラック軸 N08 番というやつです。こんな感じのザ韓国っぽいまつげみたいな細かい束がチュ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 ってついてるよみたいなやつをつけていきます。とりあえずこのつけまをつけていきます。少々お待ち。はい、こんな感じでつけまがつけ終わりました。かなり韓国っぽいセパレートって感じのまつげになりました。そうしましたら下まつげを作っていきます。下まつげは適当にねマスカラを塗るのみですわ。ちゃちゃちゃっと。はい、こんな感じで下まつげも適当に塗れたので、そしたらラメとか目に明るさを入れていくターンに入ります。適当なマットハイライトとかで涙袋の方に明るさを入れて、可愛い可愛いのぷっくり涙袋を再現しますと。そしたら目頭の方にも明るさを入れておきます。そうしましたらラメを塗っていきましょう。ラメね。ラメはニンニちゃんあんまりキラッキラのラメを塗ってるみたいなのはあんまりな
くって結構シアーめなものが多いなって思ったので、メイクのこちらのラメを塗っていきます。こいつを涙袋と上まぶたの赤い位置にパッと塗っておきましょうぐらい。そうしましたらアイメイクはこんな感じかなと思いますので、ノーズシャドウとやらに行きます。甘噛みしました、すみません。ノーズシャドウはですね、若干のポイントがありまして、ニンニンちゃんのお花は鼻筋がちょっと太めなのと鼻が短めなんですね。なのであんまり細くしすぎない感じでノーズシャドウをしていこうかなと思います、今回は。で、ニンニンちゃんもそうだし、私も鼻がね短めなんですね。なので短く見えるようなノーズシャドウをしていくといいのかも。この鼻先までぐるっと囲っちゃう感じのノーズシャドウの仕方が短く見えるじゃない？ OK、 こんな感じでノーズシャドウが終わりました。そうしましたらハイライトを塗っていきましょう。細く取れるようなブラシで細く塗っていきます。そしたら適当に頬の方にもハイライトを塗って、こんな感じで全体的なハイライトが終わりましたら、お次チークですね。チークは2個使いをしていきたくて、全体的に広く塗るのはペリペラペアブラッシュドサンシャインチークの12番サニーピンクというかなり白っぽいピンクでございまして、でちょっと濃くしたいよってところにはシフレのパウダーチーク270番ローズ系を使っていきます。でチークの塗り方はほっぺの真ん中からちょっと下に広くふわっと塗っていきます。そしたらシフレのちょっと濃い方のチークをですね、ほっぺの真ん中ぐらいとかに足して血色感を強めると。はい、こんな感じでチークが塗れましたので、そしたらリップに行きましょう。最後の工程ですわ。一旦唇の色をファンデーションとかで消しましてから、まず使っていくのが Into You の EM10 番で唇の形をまず作っていきますわ。でね、ミンニンちゃんはね、縦幅は私よりかはちっちゃいんだけど横幅がすごく綺麗にある方なので、口角の部分とかもしっかりめに塗っちゃう感じで整えて、そうしたらですね、上唇は分厚いようには見せたくないので内側からちょっと削っていきたいので、シーフレ口紅549番を内側に塗って影色としてこの色を使って内側から薄く見えるように塗っていきます。こんな感じで唇のベースができましたら、適当にお好きなツヤ系のリップですね。私はロマンドのジューシーラスティングティントのムカダミアをいい感じに塗ります。はい、こんな感じでニンニンちゃん風メイクが完了いたしました。なぜ私がこんなにしっとりとしたテンションで喋っているかっていうと、結果が見えているから。この後服装とか髪型とか整えてくるつもりですけど、もうスズメの涙みたいな感じでしょうね。そんなのは意味なさないと思うんですけど、でもそれでも頑張ることに価値があると思うので、どうにかしていきますね。髪型とか服装でニンニンちゃんっぽい感じにできればなと思っております。じゃあ行ってきます。はい、こんな感じで完成いたしました。ニンニンちゃん風メイクでございます。ごめん。このメイク自体はものすごく可愛いです。めっちゃ韓国っぽいメイクになって甘すぎないんだけどチークとかしっかりめにしてるので可愛らしい印象になってるよっていう、その甘辛の塩梅がすごくちょうどいいメイクになっているんですけど、果たしてこれがニンニンちゃんに似ているのかっつったらもうそんなことはお分かりですよねっていう感じですわ。ちょっと正直ね、鏡で見てるとたまに似てるかもっていうタイミングがあるの。なんかその顔の角度とかで似てるかもっていう瞬間があるんだけど、カメラで見ると本当に似てない。服もねお衣装っぽくしてきたりとか、エスパってね結構ダークめな曲をやることが多い。なんかその可愛いキャピキャピみたいな感じの曲をやんないから、ちょっとシックな感じのお洋服に身を包んでみたんですけれども、虚しくって感じかな。どうかね、私をニンニンちゃんに見えなくもないかもって言ったコメントの人を悪く言わないでほしい。これ私が悪いから。ということで本日はニンニンちゃん風メイクでございました。序盤にね風だから風味だからもはやって言ってたんですけど、風味もしないぐらいに全然似つかわしくない顔になりましたけれども、メイク自体は韓国っぽくてすっごい可愛い顔になれるいいメイクが出来上がったなって思うので、ぜひ皆様真似してみてください。そんじゃあ今週金曜日の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録とか高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。 One look can be flash